はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ガテン系の丸中盆栽ですと。はい、今回はね、この松たち、こいつらをやっていきますよ。これはね、未生だね。丸中が未生して、4年かな。この2号鉢に入れて、3年半か4年かね。になる、黒松とか赤松とかなんですけど、はい。じゃあこれのね、表面の土の掃除と、あと肥料替え、それとね、緑摘みとかね、ハスカシをやっていきますんでね、よろしくお願いいたします。ねと。はい、まずはね、この苔を除去して、表面をね、鉢の表面をきれいにしていきますよと。いいですか？これも雑草とかが生えるとね、鉢底の穴をこの雑草の根がね、覆っちゃって、で水はけが悪くなるもんでね。表面もそうだけど、この鉢底の穴の確認もねお願いしますよ。はい、取れないやつはね、こういった感じでブラシ、歯ブラシでもいいし、これはね、真鍮ブラシを使っていますけど、きれいにお掃除してね。で、肥料をね、この肥料ケースに入るだけ、だいたい10粒前後入ると思うんですけど、これを春とね、2ヶ月か3ヶ月に1回、本当は毎月でもいいんだけどね、取り替えるなら。丸中の場合数が多すぎて、肥料を交換するだけでもね、相当な時間がかかるもんで、年に3、4回、これを取り替えたり、あとちょっとね、液肥かけたり、いろいろやってますよ。はい、こんな感じでお手入れしてきましたよ。はい、次はこれですね。これもずっとね、松なんですけど、この今年伸びた緑、新しい芽をね、取って、これの場合はもう苗なんでね、ある程度こう出来上がったやつは緑取ったり、あとこの枝を作るのにはね、ここに枝を配るのにもうちょっと伸びた方がいいなとかね、三角を考えてこの枝をギュッと倒してみて、ここぐらいまで枝があった方がいいなっていうところで緑ね、途中でもいいし、先っぽだけ摘んでもいいし、元から取ってもいいしね、それはこの樹形で選んでくださいよ。この今やっとるね、この葉切りとかはね、全然やらなくてもいいんだけど、このうちの棚の場合は結構密集しておくもんで、隣の盆栽とね、この喧嘩しちゃうもんね。なので隣の盆栽っていうかね、ミニ盆栽と当たらんようにね、この葉っぱを切ってるけど、この作業はね、特にやらなくていいしね、綺麗はね、そんだけ葉のね、光合成のね、なんていうの、表面積っていうの、葉っぱのそれが減るもんで、
なのでまあ普通にね樹勢をグーンとつけたいならまあ切らんでもいいんだけど、まあちょっとねビヨーンと長いとA 型だもんね。A 型だもんでね短い方がちょっとね見栄えがいいっていうかね、すっきりするでしょはい、これもね長い枝、これを太らしたくてね伸ばす人はね邪魔にならんとこの枝一本ビョーっと徒長させて走らせてもいいんだけど、犠牲枝っぽくね、まあ特にね必要じゃない場合はこのね緑っていうかこの新種を取ると今1本のところがこの2本になって出てくるでね、枝を作りたいときはどんどん摘んでくださいよ。これは茶色い葉っぱとかねいらない葉っぱを抜いたり取ったりしてますね。茶色い葉っぱとあとこのなんていうの、この葉っぱが開いとるとこの下の部分と上の部分はいらないもんでね、もし芽が出たとしてもだからそういうとこはまあ抜いて芽あたりを取っちゃってもいいし、まあ切っちゃってもいいしっていうそんな感じですかねはい、すっきりしたね。これにまあ肥料ケースに山盛り入れて、はい、こんな感じですよ。このなんていうの、この先がすぼまってる肥料ケースね、これは結構倒れてもね肥料がこぼれんでいいっていうメリットの反面、この肥料をね変えるときにね取れんもんで、このピンセットでほじくり出さなかったでしょほじくり、そうそう、だからねそういうデメリットもあるもんね。まあどっちを選ぶかはねあなた次第ですよはい、これもね差し枝こう長いなと思ったらそこで緑摘んどきゃいいんでね。はい、これもまだまだこれ苗だもんで、まあちょっと枝が長いな的なものはあるんだけど、まあその辺はご勘弁くださいよなんかこれ十字架みたいな形してるね。あだからねこの上のビヨンって伸びとる枝も、まあ、いずれは取ると思うけど、はいこんな感じでいる枝いらない枝っていうのは芽だね、芽をチョイスしていらなかったら切ってください。こんな感じかな。はい、肥料を入れて、これはシオン鉢の2号だね、朝鉢のそれに入れていますよ。やっぱこの十字架が気になるのかな、十字架が十字架がだからまあちょっとねちょっとだけよちょっとだけよちょっと針金でねキュッとこうやってね引っ張っていこうかな。気持ち的にいいでしょよーし、こんな感じでちょっとねまあやった感あるでしょですな。はい、肥料はねまあこれは全特化していますけど、まあ師匠はねケチっていうかね仙人だもんね。これはまた茶袋に入れてまたなんか苗のね方ねのしたりしとるけどね、もう形がなくなるまではい、そういったわけでね、なんで化成肥料もなんかね窒素リン酸カリウムってあるんだけど、この
窒素分は結構早く効くんだよね。だけどリンカリっていうのはなかなか効きにくいもんで、なので溶けて早くなくなるのは窒素分がなくなるかな。なのでリンカリ分が肥料の最後の方のカスの方に残ってるような気がしてなのでね、そういうのもこうね、もったいないと思ってね、そうやってやっとるんかな、知らんけどはい、これね、汚れた葉っぱとか茶色い葉っぱね、それといらんなと思うね芽とか芽かきしたり、いらんとこの葉っぱはね、下向きの葉っぱとかそういうのを取ったりはいしていますよと。はい、長いやつをねこう目切りしてどんどん根元の方にね力がいくようにしちゃったりなんかしてはい、そんな感じで作業してます。これが4年生でしょう。そう思うとねまあ畑に入れずに鉢でこうね太らせたり、まああとね枝を作ったりするっていうのはね、なかなか本当時間がかかるんだよね。まあ畑で一気に太らしたり、あとざる培養したりすればまあ結構ね早く太くはなるんだけど、だけどやっぱりなんていうのかな、年輪があるでしょ少なくなるっていうかね、早く太らしたやつが、そうするとなかなか古くならんっていうかね、幹が柔らかいっていうか、まあそういうのもあるもんね。鉢でねちょこっとずつ太らしたやつは結構古くなってくるね。まあどっちがいいかわからんのだけどね、まあそれは個人の自由ってことで逃げておきますよね。これも頭を取って、この新芽も取って、長く伸びた葉とかをね葉切りしたり、汚れた葉っぱを取ったりなんかしてますよはい、まだまだね、もう苗だもんで、苗は苗のなんかねそういう作業があるし、この完成品は完成品の作業があるしね、やり方が違うと思いますけど、はい、もうただ太らしたくてなんていうの、ちょんまげをぐゆーっと伸ばしとるっていうのもあるしね。そうするとまあ枝はできるのだけど太さはできるけどね。だって太らしてから枝作るか、太らせながら枝作るか、枝作ってから太らすかとね、それによってまあなんかちょっと違うのかなはい、次はこれでね、これもだいたい植物ってね上の方がね樹勢が乗ってくるもんね。これも長命優勢ってね、この木もね一番てっぺんがね元気がいいけど、だからこのまんまにずっとしとくとこのね元気のいいとこは元気がどんどん良くなってくるもんね。なので元気のいい上をいじめてやって、この下の枝とかね中間の枝にそのエネルギーをね回してやらないとどんどん枯れていっちゃうもんね。だって上の方の枝はねいじめたりそうやってして葉をね透かしたりしてこう元気をそぐようなまあそういう作業を、まあ、してで他の枝とか芽にね栄養がいくように
た方がいいんじゃないかな。知らんけどはい、こんな感じでね、こう目切りして刃も切って、そうするとだいぶね均等になってきたでしょ、葉っぱ勢いが。でもさらにこうね、汚い葉っぱを取ったりして、これもうちょいね下げたいね、これね。まあこういうのはね、こう去年はこう思っとったけど今年はねなんかちょっと違うとかね、同じこの人間でも同じ自分がやっとるんだけど思うところがね変わってくるもんで、それはなんでか知らんけど、その人のその時の気分とか、あといろんな木を見て成長したとか、いろんな情報を聞いてやってみようかなと思ったり。お、まだ1メートルね。これだいぶ透かしたね。よし、こんな感じに。もうこれやりだすとね、どんどんやりすぎちゃうもんね。ある程度のところで止めておいてくださいねと。はい、この未生だもんだね。こういう感じで、このあんまり元気のないやつとかね、元気のいいやつとかね、個体差が出てくるんだよね。まあそれもね、まあ面白くて不思議なとこだけど、で太らせようと思ってこうやって伸ばしとるんだけどなかなか太らんやつとかね。よし、これは見切りをつけて上を切ってもいいんだけど、まあこのね、なんとなくインスピレーションねインスピレーションでね、針金を巻いて、これね左巻きから右巻きに変えたでしょ、途中でしれーっと変えちゃったんねスイッチしとるね、スイッチまあそういうところも見てくださいよ。はい、こいつはねちょっとこう文人風に、丸中の文人はちょっとくどいんだけどね、曲が強くて、だけどそれがいいって言ってくれる人もおるし、もうスーッとまっすぐね上に伸びてクイッと下がったぐらいの優しい文人もあるしはい、文人風だから自然の木には なくてもねいいんですよと。はい、まあ文人の場合はね古くなってこんとね味が出てこんもんで、まあ気の長いお話になりますけども、はい、こんな感じで今回は作業しておきましたよ。今回もね最後まで見てくれてありがとうございます。またね次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしく。バイビー。